こんにちは、秀美キッチンです。今回はこちらのスパゲッティを使い、昔懐かしいナポリタンを作っていきます。主に使う材料はスパゲッティ、そして玉ねぎ、ピーマン、ベーコンなどですね。味の決め手になるのはこちらのケチャップ。それでは行ってみましょう。今回の調理のポイントはやはりこのケチャップを使って昔懐かしい親しみのある味に仕上げるところですけれども、要所要所でポイントもありますので、ぜひ参考にして作ってみてください。まずは食材の準備からしていきます。ベーコンは約 50g を細切りにしてください。ベーコンの大きさに関しては、より旨味を引き出したい場合は細かくみじん切りにしてください。逆に食べ応えを重視する場合は大きめにカットしてもらっても大丈夫です。そしてピーマンと玉ねぎですね。これもベーコンと同じぐらいの大きさの細切りにしていきます。今回のナポリタンのポイントはケチャップを多めに使って懐かしい親しみのある味に仕上げるんですけれども、ケチャップの旨味と甘みも特徴になってきます。なのでお子様にも気に入ってもらえる味のナポリタンになるかと思うんですけれども、ピーマンが嫌いなお子さんも結構いらっしゃるかと思いますので、その場合はピーマンなしで他の好きな食材を入れてもらっても大丈夫です。もちろん野菜以外にも海鮮のエビを入れたり、イカでもいいですかね、入れてもらえるとより美味しいかなと思いますので、そのあたりはお好みでぜひアレンジをしてみてください。ピーマンと玉ねぎも細切りにしたら、あとはニンニクですね。このニンニクに関しては1個を細かくみじん切りにして用意をしておいてください。ニンニクに関してはチューブのニンニクでも代用はできるんですけれども、より美味しい炒め物にしようかなと思うと、やはり生のニンニクがおすすめですので、少し手間ですけれども頑張ってここはみじん切りにしてください。これで食材が揃いましたので、早速炒めていきます。まずはフライパンにオリーブ油大さじ 1.5 を引いて、そこにニンニクとベーコンを入れて弱火にかけます。弱火にかけてニンニクから香りが出てきて、ベーコンにも軽く焼き目がついてきたら、ここでピーマンと玉ねぎを加えていきます。そして火加減を中火から強火に強めて、全体にオイルを回すような感じで炒め合わせていきます。ここでオイル感が足りないようであれば、もう一度この辺りでオリーブ油を足していきます。全体に油が馴染んできたら、ここで下味として塩を一つまみしてさらに炒め合わせていきます。塩の加減に関してはベーコンの塩気もありますし、後でスパゲッティの茹で汁も加えますので、塩は一つまみほどで大丈夫です。玉ねぎとピーマンがしんなりとするまで炒めたら、この後にスペースを空けてケチャップを入れていきます。この空いたスペースにケチャップを大さじ4を入れて煮詰めてから具材に合わせるような感じです。このようにケチャップの水分を飛ばすことで、ケチャップの旨味をより引き立たせ、そして水分も飛びますので、ぼやっとした味わいにならずにバッチリと決まるような感じです。ケチャップと具材がしっかりと混ざり合ってきたら、次は牛乳を加えていきます。牛乳の量は約 50ml です。一煮立ちしたら火加減を弱火に落として、ここから約30秒ほどだけ煮込んでいきます。牛乳を加えることで全体がまろやかに仕上がり、より上品な仕上がりになるようなイメージです。30秒経ったら一旦火は止めておいてください。ここまで来たら次はスパゲッティを入れていきます。水1リットルに対して塩小さじ2を入れて沸かしてください。沸騰してきたらスパゲッティを入れて、茹で時間は袋の表示時間通りで大丈夫です。スパゲッティが茹で上がる直前になってきたら、ここで茹で汁をソースに加えていきます。加える量は約 60ml です。そして中火にかけてソースに茹で汁をなじませます。これでナポリタンのソースが仕上がりましたので、茹で上がったスパゲッティを加えていきます。
スパゲティを加えたら火加減を中火にかけて全体をしっかりと混ぜ合わせてください。初めの方にお伝えもしたんですけれども、塩加減に関してはベーコンの塩味と茹で汁の塩加減もありますので、塩を足す必要はないかと思います。そしてもし重たいようであれば、茹で汁をここで足してもらうか、またはオイルで伸ばしてください。最後は胡椒を少々してさっと混ぜ合わせればナポリタンの出来上がりです。それでは盛り付けに行きましょう。今回のレシピ、昔懐かしいナポリタンはいかがでしたでしょうか。ポイントはケチャップを煮詰めて旨味を引き出すところ、そして塩加減には注意です。あとは牛乳を加えて上品に、そしてまろやかに仕上げるというところになります。盛り付けの仕上げにはパルミジャーノレッジャーノがおすすめです。なければもちろん粉チーズでも大丈夫です。あとは粗挽きの黒胡椒をアクセントで。ケチャップという素晴らしい調味料だけでもとても美味しいナポリタンはできるんですけれども、そこにニンニクや牛乳を加えたり、ちょっとしたポイントを抑えることでぐっと美味しいナポリタンも仕上がります。よかったらぜひ参考にして作ってみてください。このチャンネルでは身近な食材で作れるレシピを紹介しています。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。